こんばんは、ゆうかです。昨日ライブ配信をしてから寝たら夢の中でもガンプラを作っていた私です。今回作っていくキットはこちら、じゃーん。リアルグレードのストライクフリーダムガンダムのチタニウムフィニッシュバージョンを作っていきます。ストフリは私が YouTube の投稿を始めた当初からリクエストが多かったので、思い切ってチタニウムフィニッシュの方を買ってみちゃいました。リアルグレード久しぶりなのでどんだけ時間がかかるのかちょっと怖いですけれども、今回も楽しんで作っていきたいと思います。それでは本編をご覧ください。それでは早速開けていきます。ランナーの一番上にはキラキラした金色のランナーが入っていました。次に光沢のある白いランナーとパールがかかったような青のランナーも入っています。ランナーは全部で13枚、それにリアリスティックデカールが1枚入っていました。説明書は冊子になっています。説明書に沿って足から作っていきます。まずは両足首です。アドバンスド MS ジョイントに装甲をつけていくような形で全体的に進行していきます。アドバンスド MS ジョイントはもう動く箇所が作られているのですごく便利だなと思う反面、180度回したりと指示が細かかったり図面を読むのが下手な私にとってはちょっと難しい箇所ではあります。装甲をつける前と後では形の印象も随分変わってくるなと思います。足首でよくできてるなと思ったのはこの部分。上から差し込んでカバーする形になっています。ハイグレードでは左右のパーツで構成されていると思うんですけれども、上からかぶせるとつなぎ目が見えないのでとってもいいなと思いました。足首ができたので次はふくらはぎと太ももも作っていきます。稼働するギミックがある箇所なので間違えないように慎重に組み立てます。チタニウムフィニッシュということでいつも以上にランナーから切り離す作業を丁寧にしていたら、両足を作るのになんと50分もかかってしまいました。やっと両足ができました。ちらっと見える内部構造のゴールドの質感がすごく高級感があっていい感じです。足首の可動域はここまで曲がらなくてもいいんじゃないかっていうぐらいすごくよく動きます。膝を曲げると連動してパーツが動くようになっています。本来は前太ももとすねのパーツも連動して動くんですけれども、手で押さえてしまっているため動きません。フレーム破損の可能性があるので絶対に真似しないでください。続いて腰のパーツを作っていきます。サイド部分は後々作っていくことになりますので、ここでは前後だけです。組み立てたら先ほどの足をはめ込んで腰パーツはこんな感じになりました。左右のパーツがないとちょっと変な感じがします。スカートはかなり開閉できるので足の可動域が相当広く持てるんじゃないかと思います。次にボディを作っていきます。この部分はアドバンス MS ジョイントがちょっと分かりにくかったんですけれども、その他は難しいところもなく難なく作れました。アドバンスド MS ジョイントはちょっと硬いかなと思うんですけれども、あまり緩いとグラグラしてしまうからしょうがないんでしょうね。ダクト部分もシールではなく細かいパーツで作られていて、さすがリアルグレードだなという感じです。ボディはこんな感じにできました。大部分を占める濃紺の色合いもパールがかっていてとっても上品です。お見せするのを忘れてしまいましたが、コックピットハッチは開閉することができます。次は腕のパーツを作っていきます。軸となるアドバンスド MS ジョイントに最初の段階でグーの手がついています。これを引き抜くようです。私は壊したくなんかないのに。いやいや、これで合ってるんですけどね。なんだか壊したみたいで不安になるのは私だけでしょうか。腕も足のように動くギミックがある箇所があるので丁寧に作っていきます。両腕ができたら本体にはめて、次は肩のパーツを作っていきます。
説明書通りに作って本体にくっつけて、腕部分はこんな感じにできました。私にしては珍しく左右を間違えることなく作ることができました。肩の可動域は結構あるようです。腕は肘の部分の走行が曲げると動くようになっています。ちょっと曲げすぎて肩パッドが取れてしまいそうです。次は頭を作っていきます。頭はたったの12パーツなので難しいところもなくできました。唯一大変だったのが目のシールです。とってもちっちゃいので、自分でこの位置に貼りたいっていう理想の位置があってもちょっとずれたりするだけで、もうってなっちゃいます。老眼ではまだないんですけれども、こういう時に葉付きルーペとかあったら便利なんでしょうね。あっという間に頭ができました。小顔でとってもイケメンですね。次はレールガンと羽のユニットを作っていきます。まずはレールガンからです。腰からシャキンと出せるこのレールガン、とってもかっこいいですよね。アニメを見ていた時はモビルスーツの作りなど全然見ていなかったんですけれども、今こうやって作ってみて初めてここはこうやってなってたんだなぁと分かるところが多くって、ガンプラの新たな楽しみ方を改めて気づきました。左右それぞれ作って腰にセットするとこんな感じになります。とってもスタイリッシュです。次は羽のパーツです。同じ形状のものが8個ということで完全に内職の作業でした。個人的にはこのパーツがストライクフリーダムの最大の魅力の箇所ではないかと思っております。正式な名称は PQFU3X スーパードラグーン機動並走ウィングというそうですね。8つのビーム追撃砲を同時に発動させたり、翼をうまく利用してアクロバティックな動きをしたりと、コーディネーターの中でも一部の人間しか使いこなせない機能が盛りだくさんで、まさにキラ専用の機体である象徴ではないでしょうか。組み立てではこの部分少し硬かったので、袖を使って指を痛めないようにして作りました。本体にくっつけるとこんな感じになります。本体のサイズと比較してもかなり大きいパーツになってます。上下にスライドさせて翼を展開することができます。武器の組み立てと地獄のデカール針を乗り越えて、ストライクフリーダムの完成です。キラヤマトフリーダムいきます。適正規格のアクションベースがなかったので、ちょっと不安定なポーズになってしまっているのはご愛嬌ということでお許しください。ポーズを変更しようとした際にビームサーベルの固定部分が手の中にのめり込んで取れてしまいました。なのでこの先片方ビームサーベルが付属しません。ビームライフルを2丁つなげて持たせてみました。2丁つなげることでロングレンジライフルとして使用できるようです。どういう仕組みかは分かりませんが、とりあえずはちゃめちゃかっこいいです。編集中に気づいたのですが、このビームライフルは腰の横の部分につけることができるようです。レールガンを折りたたんで後ろに回すのですが、壊れた。気を取り直して反対の方でやってみます。レールガンを畳んで後ろに回して横にビームライフルをつけるとこんな感じになります。この後反対側は接着剤で補強しましたが、角も折れてしまったのでそこも接着剤で補強しました。壊れやすいので要注意です。最後に羽を展開させていきます。するとどうでしょう。なんと神々しいのでしょうか。チタニウムフィニッシュならではのこの輝き、ストライクフリーダムにとってもぴったりですよね。これらのポージングに1時間半もかかっているんですけれども、ここまでかっこいいと本当に作ってよかったなって報われます。後ろ姿もとっても美しいです。
付属のシールドを持たせることもできるんですが、すいませんが私のエネルギー切れです。それでも守りたい世界があるんだというわけで、今回はリアルグレードのストライクフリーダムを作りました。本体を作るのにはそれなりの時間がかかったとはいえ想定できたんですけれども、シールを貼るのにかなり時間がかかってしまって、10時半から始めて11時半12時半2時間半シールを貼るのにかかってしまって、今夜中の1時過ぎですので、ちょっと小声で話させていただきます。シードは私が初めてガンダムシリーズで見たガンダムですので、宇宙世紀ではないですけれども、すごく思い入れのある作品です。ストライクフリーダムはキラキラしてる印象なので、このチタニウムフィニッシュを買ってすごく良かったなと思っています。お高かったんですけれども、クオリティもそれ相応に高くって、かなりしっかりした作りですし、買ってよかったなと思います。パーツ数も多くって時間もかかってしまったんですけれども、やっぱ細かい作品は作っててすごく楽しいなと思いました。シードのシリーズで作ってみたい機体が他にもありますので、まだいつになるかはわかんないですけれども、そちらもお楽しみに。最後まで見てくださってありがとうございます。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。リアルグレードのストライクフリーダムストライクフリーダムガンダムフリーダムガンダムフリーダムガンダムってなんかダムって感じですね何言ってんだろう。